はファインモールドの令和の冷戦が登場するまでに今まで販売されてきた冷戦棒新潟の48分の1スケールキットをレビューしてしまおうという勝手企画の最終回。9月はタミヤの旧金型冷戦棒新潟兵のキット、10月は長谷川の旧金型冷戦棒新潟キット、11月は長谷川の新金型冷戦棒新潟このキットをレビューしました。1982年に長谷川旧金型が出て、1983年にタミヤの旧金型、1999年に長谷川の新金型が出てきた。今回はタミヤがリニューアルした新金型キットね。そうそう、リニューアル後のキットは52型と52型高の選択式キット。2008年に発売された。旧金型との大きな違いは、まずはモールドが全て大モールドとなったこと、さらにポリキャップを使うなど組み立てしやすさが向上した。キャノピーマスクシートまでついてくる豪華仕様となった。なるほどね。外形的には2001年に販売された32分の1スケールが元になっていると思う。このキットも人気がありますよね。そんなこんなで今回も長谷川新旧金型およびタミヤ旧金型との外形やディテール比較を行います。動画の最後のまとめで行うので、仮組レビューに進む前にタミヤの48分の1スケールの冷戦ラインナップを紹介します。新金型のラインナップの話ね。そうそう、旧金型でも21型、32型、52型、錦水栓と販売されていたのですが、新金型は52型から発売された。前述通り2008年の発売ね。そして2010年には22型が追加された。21型と32型は旧金型でしか出ていないわけね。そしてタミヤでは珍しいような気がしますが、限定でカール品も販売されていた。ふむふむ。まずは2009年に販売された限定キット、ラバウルでの岩本鉄三牛の登場機。冷戦虎鉄ね。すごい数の撃墜マークですね。次に2013年に発売された限定キット、映画永遠のゼロ公開を記念して販売されたキット。主人公機以外のデカールもついているのね。鹿屋基地でのマーキングで宮部久蔵機、影浦海山機、大石健一郎機の3種類が作れる。なるほどね。さらにタミヤのマスターワークコレクションからもマスターワークコレクション、塗装完成品での販売みたいです。限定マーキングで販売されています。完成品の販売もあるのね。ちょっと紹介すると、限定デカールでも発売された岩本鉄三機、完成品でも出ているのね。そして今回のキットにも含まれるマーキングですが、厚木航空隊での赤松貞明機、長谷川の新金型もこのマーキングでしたね。日の丸に手書きマーキングが施された52型鋼、水で溶いた石灰で一時的に描かれたようですね。グアム搭乗空で撃墜された52型。結構出ているのですね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは上空を飛ぶ零式艦上戦闘機52型鋼なのだ。マーキングからだと厚木航空隊に配属された頃の赤松小域ですね。前の長谷川新金型と同じ機体ですね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが5枚、透明パーツが1枚、ポリキャップが2個、デカールが2枚、キャノピーマスクシート、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類。第302海軍航空隊所属機で赤松少尉搭乗機で中島製の冷戦棒新潟鋼、第652海軍航空隊空母巡洋所属機でこちらも中島製の冷戦棒新潟、ラバウル航空隊所属機でこちらは三菱の冷戦棒新潟となる。なるほど。三菱製とか中島製と勝手なんでしょう。生産工場の違いです。タミヤ新金型では塗装のみの違いかな。塗装のみ？尾翼付近の能力色が斜めに塗られているのが中島製で、水平で塗られているのが三菱製らしいですね。そんな違いが。年末販売予定のファインモールド版では塗装以外にも排気管の耐熱板の有無で違いを出しているみたい。細かいわね。部品点数は余剰パーツも含めて140点。長谷川の新金型は85点でしたので 1.6 倍ほど多いパーツ数ですね。ではタミヤの48分の1スケール零式艦上戦闘機52型鋼の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。まずはケーキパネルの組み立てから。ケーキパネルは全部で7パーツ。ケーキパネルで7パーツ。ケーキパネルはモールド表現となっていて、
細かく分割されたケーキでカールを貼るタイプ。長谷川審判も同じような感じでしたね。続いて操縦席の組み立て。操縦席は全部で14パーツ。操縦席床と隔壁、座席と操縦桿などなのだ。長谷川新金型と同じで、旧金型に比べると細かいパーツが追加されてますね。この他にも胴体内側につけるパーツもあるのだ。パイロットがついていますね。パイロットは5体ついています。5体も？操縦席に座っているタイプが1体で、立っているタイプが4体ついています。次はエンジンですね。エンジンは6パーツ構成で境21型を再現している。水力式単排気管はカウリングにつけるのね。次はそのカウリングとなる。ふむふむ。カウリングは6パーツ。カウルフラップが別となっていて、開閉選択ができる。タミヤは旧金型でも選べましたね。そうなのだ。最後にプロペラね。プロペラは全部で4パーツ構成。プロペラをスピナーに挟んで接着する。ここにポリキャップを仕込むのね。それと選んだ型式によってスピナーの形状も選べるのだ。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。まずは操縦席の内側を組み立てる。まずは右側からですね。胴体右側には4パーツを組み込む。次は左側ね。胴体左にも4パーツを組み込む。これでやっと胴体の貼り合わせとなるわけね。その前に切り取り指示があるのでデザインナイフで削る。これで貼り合わせとなるが、機種部分に挟み込む部品があるのだ。タミヤ旧金型は後から操縦席を組み込めました。タミヤ新金型も後から組み込むことができます。ふむふむ。胴体が貼り終えたら機種部分を組み立てる。機銃部分と耐熱板部分となる。リブにも貼り付ける部品がありますね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドになります。シャープなモールドで深さもあります。主翼はどうでしょうか？主翼は12パーツ構成。まずは主翼かパーツの組み立てから始める。またポリキャップを使うのね。曹操のダボ穴がポリキャップとなっています。さらに四脚庫の隔壁を組み込みます。薬莢が抜ける穴は型式によってパーツ選択がある。フラップも別パーツね。フラップの上げ下げは選べますが固定式です。なるほどね。ここまでできたら主翼上面パーツと接着する。主翼上面も型式によってパーツが分けられている。翼端灯も接着ね。翼端灯はお好きなタイミングでつけた方が良いかも。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。隅がよく流れそうなモールドです。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ふむふむ。垂直尾翼もここで組み立てを行う。垂直尾翼は全部で3パーツ構成。できたら胴体に差し込むのね。尾灯はクリアパーツとなっています。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるので操縦席の開閉選択ができる。透明度は問題なさそうね。問題なしです。ここでキャノピーマスクシートの紹介。キャノピーマスクシートがついているのは嬉しいですね。冷線は枠が多いですからね。ただし切り出しは自分で行います。線に沿って丁寧に切り出す。次は足回りですね。まずは左右四脚。四脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤとホイール、試脚、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となっている。胴体に取り付けて終了なのだ。着艦フックもここで取り付けるのね。着艦フックも選んだマーキングでパーツが変わります。ふむふむ。そして機関砲部分。この部分も型式よって形状が違います。次はエアインテークね。エアインテーク部分は4パーツ構成。排気管の一部がここについています。次は主翼の小物ね。主翼上面に補助翼操作ロットを取り付ける。左主翼には気筒管も差し込む。操縦席のアンテナもここで差し込むわけね。そうなのだ。最後はアクセサリーね。胴体下に増装を取り付けられる。増装は2パーツ構成となる。増装も型式によって形状が違うのね。最後に総評なのだ。今回はタミヤの48分の1スケール新金型版の零式艦上戦闘機52型砲の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？現在販売されている52型では一番新しいキットなのかな。ポリキャップやマスクシートなどの配慮が嬉しい。モールドもシャープな大モールドでしたね。シャープで彫りも深いので合わせ目付近の処理で済みそう。一部差し替えパーツなどもあって組み立て工程が多かった印象だけど、胴体は22型とパーツを共有している部分があるのかな。主翼は52型と52型鋼で形状が違う部分が差し替えでした。でもパチピタなので問題ありませんね。そうなのだ。
では各パーツごとに今までの52型と比較しましょうか。まずは操縦席。当然ですがタミヤ新金型が一番細かいですね。ふむふむ。次にエンジン。もちろん奥まで再現している。旧金型でも再現してましたからね。次にカウリング。今回もカウルフラップの開閉選択ができる。旧金型は薄い接着面で難しかったけども、新金型ではその部分が改善されてますね。次は胴体、キャノピーなど。キャノピーはもちろん開閉選択ができる。次は主翼ですね。旧金型同様にフラップの開閉選択ができる。なるほどね。一応今回で最後となりました。ファインモールド版も予約しましたね。投稿者は三菱製を選んだみたいね。 Amazon の着日は2025年の元旦以降となってましたね。もしかしたら番外編のマイクロエース版はその前に公開できてしまうかも。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。